この動画は日本ケミコンの提供でお送りします。こんにちは。日本ケミコンの神奈川研究所にやってきました。前回のコラボ動画がかなり好評でしたので、コラボ動画第2弾です。今日はなんと日本ケミコンの研究所全面協力のもと、なんと電解コンデンサーを自作します。原料から電解コンデンサーを作るわけですが、なんと手巻きもするんですね。果たして手巻きの電解コンデンサー、市販品とどのくらい性能差があるのか、そしてですね、ちゃんとうまく作れるのかどうか、そういったところも皆さんにお見せできればと思います。では早速作っていきます。アルミ電解コンデンサーを作り始める前に、まずその構造のおさらいです。これが一般的なアルミ電解コンデンサーの構造です。青い部分はスリーブです。分解してみるとこのような形になっています。中身に入っているのがアルミ電解コンデンサーの素子。そして外側の缶の中にこの素子が収まるような構造になっています。素子の部分はこのようにロール状で巻かれています。これが電解コンデンサーの基本的な構造です。陽極白、セパレーター、陰極白。そしてこの部分には電解液が充填されています。陽極白と陰極白の材料はアルミです。そしてセパレーターの材料は紙でできています。この白の部分がアルミだからアルミ電解コンデンサです。陽極と陰極はアルミ箔で、その表面に化学的な処理を加えます。エッチングと化成処理です。まずアルミ箔の表面積を大きくするために、陽極白と陰極白の両方にエッチング処理をします。そうすることで表面積が大きくなります。アルミ箔の表面を少し溶かして穴というかくぼみというか、そういったものができます。表面積が増えた様子は肉眼では確認できませんが、電子顕微鏡などを使うとその様子がよくわかります。その後電解コンデンサーに耐圧を持たせるために陽極白に化成処理をします。化成処理をすることによってアルミ箔の表面に誘電体ができます。この場合だと酸化アルミです。処理したアルミ箔とセパレーターを重ねて巻いていきます。そしてそこに電解液を染み込ませればアルミ電解コンデンサーの素子が完成です。ちなみに陽極白と陰極白それぞれ静電容量を持っていて、その2つの直列の合成容量が実際の電解コンデンサーの静電容量になります。というわけで実際に電解コンデンサーを作ります。まずアルミ電解コンデンサーを作るために、こちらのアルミ箔あるんですが、前処理をしていきます。帯状のアルミ箔がありますが、こちらにいろいろな処理を施していきます。でですね、意外と危ない薬品とかをこちらで使いますので、防護メガネとあとは白衣ですね、着用しています。では早速まず前処理からやっていきます。こちらの前処理何かというと、アルミ箔の表面にできた自然酸化膜や油膜を除去するための工程です。アルミ箔をこちらにあるところにつけていきます。このまま1分間ほど待ちます。今回作る電解コンデンサーの耐圧は 35V に設定しました。それに合わせてアルミ箔に施す処理もですね、若干変わってきます。電解コンデンサーメーカー各社いろいろノウハウはあるかと思いますが、一般的なやり方ですね。でこちらの液体なんですけども、よくあるのはアルカリ性であったり酸性であったり、そういった液体に浸して前処理をします。今回なんですけども秘密です。アルミ箔の前処理が完了しましたので洗っていきます。こちらの純水で表面をゆすいでいきます。洗浄が完了しました。このままですね、次の工程に進むと薬液の組成が変わってしまいますので、ここで一旦アルミ箔を乾かします。で、完全に乾いてここで前処理が完了しました。次の工程に進みます。アルミ箔の洗浄が完了したら、表面に再び酸化膜ができないうちに素早く次の工程に進みます。こちら何かというと、これはアルミのエッチングをします。電解コンデンサーが他のコンデンサーと比べて静電容量が大きいのは、アルミ箔の表面積が大きいからです。こちらにあるエッチング液にアルミ箔を浸していきます。で、そうすると表面に細かい穴が開きます。アルミ箔を貫通するような穴ではありませんが、表面にくぼみのようなものができます。アルミ箔の表面積を拡大します。この液体にアルミ箔が使っているわけですけども、どんな液体かっていうとですね、塩酸をベースとした液体になっています。箔の耐圧が高い場合には、この直流電流を陽極箔に流して、耐圧が低い場合には、陽極箔と陰極箔に交流電流を流します。今ちょうどエッチングが完了しました。このアルミ箔を引き上げてみます。軽く洗います。
エッチングをしましたが、エッチング後で箔の金属光沢が失われています。少しザラザラしていそうな印象です。顕微鏡で拡大するとアルミ箔の表面に細かい穴ができています。この穴に電解液が入り込むことで表面積の大きさが生きてきます。ちなみにこれは一見がエッチングしたアルミ箔表面の画像です。処理前はまっさらでしたが、処理後はアルミ箔の表面に多数のピットができています。エッチングまで終わったら次は化成工程に進みます。陽極酸化とも言います。こちらのアルミ箔なんですけども、エッチングによって表面積は増えました。この表面に誘電体を作っていきます。アルミ箔の上に作っていく誘電体の正体ですが、それは酸化アルミです。化成工程なんですけども、基本的には耐圧が必要な陽極箔だけにします。陰極箔にもやる場合はあります。それはどういった場合かというと、耐圧が必要な電解コンデンサーとか、そういった場合には陰極箔にも化成工程をします。化成工程で酸化膜を作りますが、この酸化膜の厚さが厚いと耐圧が高くなって、厚さが薄いと耐圧は低くなります。ただし酸化膜を厚くしすぎると、エッチングの工程で作った穴がですね、全て埋まってしまいます。そうするとせっかく拡大した表面積をうまく有効活用できません。ですので耐圧を確保しつつ陽極箔の表面積が小さくならないように化成するノウハウが非常に重要です。こちらにアルミ箔あります。これをですね、まず挟みます。こちらの下の缶に何が入っているか、これはですね、アジピン酸アンモニウム、いわゆる有機酸と呼ばれるものです。そちらに陽極箔を浸していきます。ここにですね、電圧をかけると化成工程が始まります。電源を入れてですね、だいたい30分くらいこのまま放置します。結構時間のかかる作業です。化成処理が終わりました。箔を引き上げて色が変わってるような気がしますね。化成工程まで完了すると表面の金属光沢は消えました。これは箔の表面に誘電体、酸化アルミができたからです。化成工程が終わったら次はアルミ箔を電解コンデンサの大きさに切断していきます。ちょっと大人の事情で化成工程まで完了したものをこちらに用意しました。これが化成工程完了したアルミ箔です。料理番組みたいな感じですね。というのも化成工程までがものすごく難しくて、安定した品質の陽極箔を得るのが難しいからです。ここに化成まで完了した箔を置きます。真ん中で切ってしまいます。はい。今回作る電解コンデンサのケースの大きさは 25mm です。その中にくるくると巻いた素子を入れていくわけですから、ケースの大きさより小さく切断します。では実際にこちらね、切断していきましょう。帯の長さがですね、17mm ですね。はい。帯が切断できました。次にアルミ箔を実際にどのくらい巻くかを計算していきます。どのくらいの長さを巻き取るのか、そしてどのくらいくるくると巻くと缶の直径に収まるのかをこの時点で計算します。で、長く巻くほど静電容量というのは当然大きくなります。で、長さをどのくらいに切るかなんですけども、今回は 18cm にします。そうするとですね、掛け算ですね。872マイクロファラドの静電容量になります。これが陽極箔の静電容量です。実際のアルミ電解コンデンサーは陽極箔と陰極箔の合成の静電容量になります。だいたいですね、800マイクロファラドくらいになるのではないかと思います。では実際にアルミの陽極箔をカットしていきます。長さは 18cm です。このくらいですね。そして、カットしました。こちらに箔を切断したものがあります。何枚か切断しました。電解コンデンサーのリード線を接続する必要があります。電極として引き出すためですね。ですので、こちらのアルミ電解コンデンサーの箔の部分と、こちらのリードの足の部分をステッチ接続します。ステッチ接続はこちらの機械でやります。では実際にやってみます。こちらの陽極箔をまず最初中に入れると、こんな感じで箔を機械にセットしました。こちらですね、レバーがいろいろあるんですけども、まず箔を押さえると、今箔が押さえられました。で、この後にですね、このリード線を差し込んでいきます。この差し込んだ状態ですとまだ箔とね、リード線は接続されていません。穴を開けるような加工をしていきます。ここで鎖を刺すと。はい。今、陽極箔とリードがですね、穴が開いて貫通したような状態になっています。上げる。こちらで今、
リード線と箔に穴が開いてですね、貫通したような状態になってます。この後プレスといってですね、穴が開いた部分をプレスします。完全にですね、固めてしまうわけですね。で、これもプレスを押すと、なります。これで陽極箔とリード線がステッチ接続されました。こういう風に拡大してみるとしっかりと接続されているのがわかるかと思います。ここまで来たらあとは同じ作業の繰り返しです。ステッチ接続されたものをいくつか用意して実際にアルミ電解コンデンサの素子を巻いていきます。次にアルミ電解コンデンサの素子の部分を巻いていきます。巻くのに必要な材料はこちらの電解紙と先ほど作った陽極箔。こちらステッチ接続したものですね。それと陰極箔です。これがですね、かなり作るの難しいんですね。で、しかも手巻きで今回作っていきます。難しいんでしょうけど、とりあえずチャレンジですね。このセパレーター、電解紙ですね。それが2枚あります。その2枚の間にですね、最初陰極箔を入れていきます。これがね、なかなか難しいんですね。位置合わせとか。うまく巻いていかないと、タケノコみたいな出来上がりになってしまいます。陰極箔をセットしました。次は陽極箔です。リード足出てますね。位置合わせが重要になります。巻いていった時にですね、内周と外周でですね、差がありますので、どんどん位置がずれていくんですね。ちょうどいい感じのところに位置合わせをしました。では実際に巻いていきます。これを巻いていくと、消えますね。出だしは順調です。はい、かなりですね、うまいこと負けていますね。自分でも驚いてます。で、ここまで来たら電解紙を切断します。切断したらこのままですね、離してしまうと巻いたものが全てほどけてしまいますので、素子止めテープを使います。で、これを素子の外周に貼り付けて同じようにくるくると巻いていきます。で、そうしましたらできました。電解コンデンサの素子の完成です。で、ここに巻き終わった電解コンデンサの素子があります。で、このリード線の足の部分に風向ゴムを取り付けていきます。で、これは電解コンデンサを密閉するためのものです。この穴の部分に通してもうですね、風向ゴムの取り付ける装置に入れます。これ簡単ですね。このレバーを下に引くだけで風向ゴムの取り付けが完了しました。これを電解コンデンサの他の素子にもやっていきます。次に電解コンデンサの芯の陰極となる電解液を作っていきます。電解液が箔の表面に浸透することで、エッチングにより拡大した箔の表面積を有効活用できます。電解液の調合にもノウハウが多くありますので、今回は一般的な材料を使って調合してみます。念のために白衣とグラスをつけて作業します。こちらが材料ですね。溶媒と有機酸と、あとは添加剤ですね。これをですね、すべて混ぜていきます。先に粉を入れてしまって、はい、液体が2つありますが、これも入れてしまいます。で、最後にもう1つ入れれば完成です。一番最初に入れた粉がね、溶けるまでこの上でよく混ぜ続けます。こちらの電解液調合が完了しました。これから電解液を作成した素子に含浸させていきます。電解液はですね、実は電解質が入っていれば何でもいいんですね。ということで、こちらに用意した電解液の他に、今日はですね、こちらの黒い液体を電解液として使っていきます。ここにビーカーが3つあって、1鍵が手巻きしたものと、あとは電解液をですね、普通のものと、あとは黒い液体にしたものを2つ用意しました。それぞれ3つ含浸していきます。まず、1鍵が作ったもの。静電容量はですね、だいたい800マイクロファラッドくらいを狙っています。こちらの工場で巻いた素子もあるんですけど、こちらにも入れてしまいます。そして最後、黒い液体ですね。炭酸が入ってる液体なんですけども、泡立ってます。こんな感じで3つの電解液を浸しました。これから真空で含浸していきます。では実際に含浸していきます。こちらの電解液に浸した電解コンデンサの素子をこちらの釜の中に入れます。これ減圧ですね。入れてスイッチを入れると。でこれでもう含浸が始まります。このまま数分間中の気圧を低いままにした状態で放置します。そうすることで電解質と陽極箔の表面に電解液がよく浸透します。
だいたい10分くらいですね、時間が経って眼芯が終わったようなので、次はケースの中に収めてかじめしていきます。眼芯が終わったらこちらのアルミケースの中に電解コンデンサーの素子を収めていきます。通常は遠心分離とかをかけるんですが、今回は簡易的な手法でこの垂れそうなですね、電解液を取っていきます。こういうふうに、ちょんちょんちょんって何回かやって余分な電解液を落としていくと。で、これを中にスポッて入れて、次のかじめの工程に持っていきます。今回試作品なので、この風向ゴムのところに電解液が少し残っています。でそれをですね、こういう風なタオルとかで拭いて余分な電解液を取っていきます。次はアルミ缶の中に入った素子をかじめしていきます。ここに素子がありますが、こちらの機械にセットしてスイッチを押すと、かじめができました。よく見る電解コンデンサーの形をしています。電解コンデンサーのかじめが終わったら、ここで再び火成をします。いわゆる再火成と呼ばれる工程です。再火成はですね、この高温層の中でやります。この高温層、中かなり熱くなっています。この再火成の工程なんですけども、スリットや巻き取りの工程で生じたアルミ箔の傷をですね、修復します。どういう風にですね、再火成するかっていうと、直流の電圧を加えていきます。定格電圧より少し高めの電圧を加えます。電解コンデンサーを全部ジグに刺したら、高温層の中に入れます。熱いですね。蓋を閉じると。再火成ですが、電源を入れ始めると電流はよく流れます。時間が経過するとアルミ箔の上にできた欠損した箇所が修復されますので、電流はだんだんと流れなくなってきます。結構ね、時間のかかる作業ですので、1時間くらいこのまま放置します。再火成がだいたい半分くらいまで進んできました。どのような状況になっているかというと、まず工場で出荷された機械巻きのものはしっかりと漏れ電流はなくなっています。つまりどういうことかというと、電解液によってアルミ箔の傷ついた部分が修復された、つまり再火成されたということになります。一見が手巻きしたものについても漏れ電流はほとんど流れていませんので、そちらもアルミ箔表面は修復されています。問題はコーラですね。電解液をコーラにしたものなんですけども、もうすごい漏れ電流がだいたい10倍から20倍くらい流れています。つまりどういうことかというと、箔の表面にできた傷が修復されずに、そこから漏れ電流が流れてしまっているということです。このまま再火成が終わるまでしばらく待ちます。ようやく再火成が終わりました。こちらの高温層の中に、見えますか？まだね、結構中身が熱いですね。中身が冷めるまでしばらくこのまま放置します。ようやく再火成まで終わりました。ここまで相当な時間がかかっています。次に何をやるかというと、こちらの電解コンデンサーにスリーブ熱収縮チューブをかけていきます。中に入れてヒートガンで熱すればいい感じに熱収縮が縮みます。かなりうまくできてますね。しっかりと縮んでいて、ほとんど製品と見た目は変わらないくらいです。これでようやく電解コンデンサー完成しました。次は LCR メーターとか、あとは実際の負荷につなげてですね、この電解コンデンサーを評価していきます。まず静電容量や ESR、単デルタなどです。その後に実際に DC-DC コンバーターの出力部分の電解コンデンサーをこちら使ってみて、電圧リプルが除去できているかとか、そういったのを見てみたいと思います。まずは一見が作ったこちらの電解コンデンサー、手巻きのものです。静電容量はどうなっているかというと、808マイクロファラドです。ちなみに 120Hz の時の静電容量です。狙った静電容量がだいたい800から810マイクロファラドというふうに狙っていました。こちらを見てるとですね、808マイクロファラドなので、かなりいい感じに作れてるんじゃないかと思います。今回合計4つ作ったんですけど、こちらも809マイクロファラド、かなりいい感じですね。手巻きの電解コンデンサーを作る才能があるかもしれません。こっち803マイクロファラド。そして最後の一つは804マイクロファラドでした。こんな感じで一見が手巻きしたものはなかなか特性が揃っている電解コンデンサーができました。なんで特性が揃ったかというと、
手巻きした時に陽極拍と陰極拍の位置ずれが通常は起こるんですけども、それがかなり位置ずれ少なくすることができたと。拍がちょっと伸びたりとかですね、そういったこともしてしまうんですが、なるべくその影響を少なく作ることができたのが要因ではないかと思います。作った電解コンデンサの静電容量をまとめました。通常電解液の手巻きは少しばらつきがあります。これは巻く時の精度が原因です。通常電解液の機械巻きの静電容量はかなり揃っています。やはり機械巻きの精度といったところです。コーラ電解液、機械巻きのものは静電容量は少しばらつきがありました。これからですね、こちらの LCR メーターを使って ESR 測っていきます。通常電解液の ESR です。横軸は周波数、縦軸は ESR です。100kHz の時 ESR は 30mΩ でした。機械巻きのものは ESR のばらつきも少ないです。さすが機械巻きです。手巻きのものは低周波の ESR のばらつきがあります。手巻きの精度が影響していそうです。コーラ電解液のものは 100kHz の ESR が 350mΩ となりました。かなり高いです。通常の電解液の10倍の ESR です。実際に使ってみると ESR の影響かなり出てきそうな雰囲気してます。ここまで電解コンデンサーを評価してきましたが、次は実際に DC-DC コンバーターの出力部分につなげてどのくらいの電圧リプルが出るかとか見てみます。これがその DC-DC コンバーターです。スイッチング周波数は固定の 150kHz、そして出力部分の電解コンデンサーを自作したものに置き換えています。負荷は 10Ω のものにしました。だいたい 0.5A くらい流れる設計です。この抵抗両端の電圧リプルを見てみます。電圧リプルを小さくするために、この電解コンデンサーの静電容量が大きいことというのはもちろん大事なのですが、それ以外にも大事なことがあります。それは何かというと、電解コンデンサーの透過直列抵抗 ESR や ESL が小さいことです。特に電解液をコーラにしたもの ESR の特性がどうなっているか非常に楽しみです。まずは手巻きの電解コンデンサー、静電容量は807マイクロファラドです。上が電解コンデンサーのリプル電圧、下が電解コンデンサーに流れる電流です。スイッチング周波数は 150kHz です。リプル電圧を見てみると、だいたいピークで 20mV くらいあります。なかなかいいかと思います。ESR が少し出ているので、この部分で少し段差みたいのが出ています。電流の極性が反転するところで ESR 分の電圧がよく見えます。一見の手巻き電解コンデンサーなかなかいいんではないんでしょうか。実用にも耐えられそうな雰囲気はあります。今回手巻きした電解コンデンサーの静電容量は807マイクロファード、そして ESR は 30mΩ でした。だいたいそのくらいの特性が出ているかなといったところですね。次は中身の素子が機械巻きのものをテストしてみます。中身の素子は同じものを使っていますが、電解液が違います。オレンジ色のスリーブは通常使われる電解液。青色のスリーブはコーラを電解液として使っています。静電容量についてはそれほど違いはありません。通常の電解液は576マイクロファラッド。コーラの方は545マイクロファラッドです。しかし ESR が大幅に違います。通常の電解液は 30mΩ。そして電解液がコーラのものは 350mΩ、ESR が10倍ほど違います。果たして電圧リプルはどうなるのでしょうか。機械巻き通常の電解液の結果です。一見の手巻きしたものと比べて静電容量はだいたい 70% くらいしかないのですが、リプル電圧のピーク値はそこまで変わりません。おおよそ 20mV です。静電容量というよりかは ESR と ESL の方が効いています。リプル電圧波形を拡大しました。このスイッチングが切り替わっているところで少しピョコっているサージ電圧が出ていますが、これは ESL による影響です。ESR の影響というのはなかなか見えづらいんですけども、若干段差になっているところがあります。その分が ESR 分の電圧です。静電容量の大小による影響っていうのはあまりないですね。ESR の影響が大きくなっています。そして最後、機械巻き電解液はコーラのものです。電源入れます。ものすごいですね。リプル電圧が画面からはみ出てしまいました。ちょっとレンジを変えます。こんなもんですね。電解液コーラにするだけでものすごく違いが出ています。通常の電解液のものはピークでリプル電圧はだいたい 20mV でした。しかし電解液をコーラにするとリプル電圧のピークは 170mV になっています。だいたいリプル電圧が10倍近くになっています。静電容量はほとんど変わっていません。ESR の影響がものすごく出ています。これですとちょっと実用的ではありませんね。通常の電解液で作った電解コンデンサーを使った方が良いです。
このように電解液が変わると電解コンデンサーの特性も大幅に変わります。この電解液の特性がアルミ電解コンデンサーにとっていかに重要かがわかる実験でした。というわけで今日は日本ケミコンの研究所に来て手巻きで電解コンデンサーを作ってみました。結果としてはなかなか良かったんじゃないかと思います。静電容量はほとんど狙った通りにできました。手巻きで電解コンデンサーを作るなんて機会はなかなかなくてですね、意外と巻くの難しかったです。あと電解液についてですね、今回コーラを使って、電解液の代わりにしましたが、それでもなんとなくですね、動いてしまうようなものは作れてしまいます。非常に面白いです。概要欄に日本ケミコンの電解コンデンサ情報、データシートはもちろん、電解コンデンサの基礎知識がまとめられた資料、シミュレーションで使えるスパイスモデル、採用情報などあります。特に電解コンデンサの基礎知識資料は電解コンデンサ使う人なら必ず読むべき資料です。概要欄の方からダウンロードできます。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。一見の公式 LINE あることを皆さんご存知でしょうか？概要欄にあるリンクから登録できます。LINE からメッセージを送ってもらえればその内容は全て一見に届くようになっています。全部見てます。なので視聴者の皆さんからこういったことをやってほしいとか企画の提案とかがあれば参考にさせてもらいます。企業の人も公式ホームページやメールアドレスの方からもご依頼お待ちしております。一見の YouTube を企業の PR や工場見学、研究所のアウトリーチ活動、人材採用への PR 活動などいろいろなことに活用できます。ぜひお問い合わせください。視聴者の興味を引きそうな我こそはという会社、ぜひお願いします。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。 T シャツ販売中、詳しくは概要欄から。